皆さんこんにちは、かっちゃんです。かぼちゃということで、今日は先日コメントにかぼちゃレシピのリクエストいただきましたので、今日はかぼちゃと米粉を使って外カリカリ中もちもちなもちもちかぼちゃドーナツを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。はい。では今日かぼちゃは皮付きのまま使用します。種と綿を取って正味 100g 用意してください。もし皮に傷んでいるところがある場合は、皮の傷んでいる部分は落としてください。かぼちゃ 100g を耐熱容器に入れ、ラップをして600ワットの電子レンジで2分30秒加熱します。加熱してかぼちゃが柔らかくなったら、砂糖 30g を加え、フォークやマッシャーなどでかぼちゃを潰します。皮の形が残っていると口当たり悪くなるので、皮はできるだけ細かく潰してください。かぼちゃを潰したら牛乳 100ml をダマにならないよう3回ほどに分け入れ混ぜ合わせます。牛乳を合わせたら、今日使う米粉は製菓調理用の米粉を使います。このように1番菓子料理用など表記がされているので、1番の菓子料理用ミドルタイプを使用してください。では米粉はダマになりにくいので振るわなくて大丈夫です。このまま 120g ボウルに入れます。ではあとベーキングパウダーを 4g 入れて全体をよく混ぜ合わせます。米粉の種類やかぼちゃの水分の量によって若干水分量変わってくるので、今だいたいこんな感じの緩さです。もったりした感じです。持ち上げて落とした時にボドンと落ちるような生地の緩さで、手で丸めるにはベタついてしまうような水分、これくらいの水分量になるように水分調節してください。では材料を合わせたので、鍋に高さ 3cm 程度油を入れて温めます。では菜箸を入れた時にシュワッと泡が立つ程度、160度の中温に油が温まったら、くっつかないようにスプーンを水で濡らして、こんな感じでスプーンで生地をすくって丸く形を整えたら、油の中に落とします。火力は弱めの中火から中火程度で揚げてください。あとスプーン水で濡らしているので、水が油にあると油跳ねだけするので、そこだけ気をつけながら作ってください。では4分ほど揚げて全体がきつね色になったら、キッチンペーパーや網の上に取り出して油を切ってください。こんな感じに揚がってます。では残りも同様に揚げます。揚げ終えて油が切れたら、まだほんのりこのあったかい状態の間にグラニュー糖と一緒に調理用袋に入れて周りに砂糖をまぶしてください。中はこんな感じでもちもちに出来上がってます。はい。ではこんな感じで米粉でもちふわ食感もちもちかぼちゃドーナツの完成です。はい。じゃあ今こんな感じにできました。は
はい。では今回はリクエストいただきましたかぼちゃを使ったもちもちかぼちゃドーナツを作ってみました。それでは本日は豆乳飲料かぼちゃで乾杯。乾杯。かぼい。じゃあ早速いただきましょう。さつまいもやかぼちゃ、秋になってすごく美味しいと思うんですけど、かぼちゃと今回米粉を合わせてもちもちなドーナツを作ってみました。じゃあまだ結構揚げたてなのでそのままいただきましょう。じゃあいただきます。かぼい。めっちゃもちもち。かぼちゃと米粉を合わせることで全く発酵してないんですけど、ベーキングパウダーの膨らみだけでふわっとしているんですけど、イーストドーナツのようなもちもちのドーナツに仕上がります。たっぷりかぼちゃを使って生地の色を見てわかるんですけど、かぼちゃの風味が全体にふわっと広がった美味しい配合になってます。中はもちもちなんですけど、これも米粉を使っていることによって外側はカリッカリに仕上がります。生地の甘みは優しい甘みにしてあるので、外にたっぷりグラニュー糖をまぶすことでちょうどいい甘さになって美味しく食べれます。調理工程も発酵いらないので、ほんと混ぜてすぐに調理ができますし、スプーンですくって油の中にポトンと落とすだけで手も汚れずに簡単に作れます。サイズも一口サイズですごく食べやすい大きさなので、ちょっとおやつがね欲しい時にもおすすめのレシピになってます。結構たくさんできるので、その日のうち常温とかで置いておいていただく場合には、外カリカリ中もちもちのままなんですけど、冷蔵庫とかに保存していただくとどんどん硬くなっていくので、その場合少しレンジで加熱して、その後トースターで焼いて食べてみてください。砂糖全部まぶしちゃうと、どんどん砂糖が溶けて生地がベタベタになっちゃうので、もしもあらかじめ全部食べきれないなと思ったら、砂糖をつけずに作り置きしておいて、食べる寸前に温め直したらお砂糖をつけて食べてみてください。なんかほんとこれ最近作ったドーナツで一番美味しいかもぐらい。発酵してるのくらいほんともちもちで、私結構イーストドーナツのふわもち系好きなんですけど、ほんとイーストなしでめちゃくちゃ美味しく仕上がります。はい。ということで今日はもちもち食感かぼちゃドーナツを作ってみた動画でした。かぼちゃと米粉を合わせることで外はカリッと中はもちっとした食感がすごく美味しいレシピになってます。あと発酵がいらないので混ぜてあとは揚げてすぐに作れて手軽に作れるんですけどもちもちな食感が病みつきになるようなすごく美味しいレシピですので気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイかぼちゃ無限もちもち。